どうも、大キングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回は M3 か MacBook Air M2 にするかどうかみたいなね、これ発売されましたので、詳しくは前回の動画でも話してますが、選び方のところですね、こういった人はこういうモデルがいいんじゃないかとか M2 がいいんじゃないかっていうところを見ていきたいと思います。で、なんか iPhone 15 Pro 撮影みたいな出ましたね。これ上にね、なんかストアっていうところがあるんですけど、M3 見る前に軽くですね、アクセサリーね、新しいの出てましたね。シリコンケースとApple Watch かなカラーが出てましたんで、これだけサクッと可愛いな、このライトブルーとかミントとかですね。このスポーツループとサンシャインスポーツバンド、春っぽいこの明るい色がですね、さっきと同じ感じかな、このケースに合わせてありますので、それだけです言ったらこれはでもこれぐらいか、ソフトミントとかにはなるんですけど、このニューっていうのが出てれば新しいやつだと思うので、それだけなんですけど、エアを見ていこうかなと思います。今回やっぱりね、ミッドナイトですね、指紋対策されてるみたい、やっぱり。で、薄いんですけど、M3 チップ搭載されました。で、16万4800円で、M2 がなんで14万8800円。で、M1 の MacBook Air がなくなりました。13、15インチは今まで同じです。ポータブルなサイズ。薄くてね、すごい持ち運びやすいっていうのがポイントですかね。で、ミッドナイト、スターライト、スペースグレー、シルバー。今回僕はね、スターライトにしました。今ミッドナイト使ってるんですけど、あえて変えてみました。せっかくなんで。すごいシルバーと迷ったんですけど、スペースグレーはね、割と今まで使ってたので、あえてスターライトにしてみました。春ということで。収まりはいいですね。やっぱエアーはね。薄いんでね。で、外部ディスプレイも2台になりました。閉じた状態でですけど、有り余るパワーというところで、今回M1 と比べて 1.6 倍かな、この M3 チップ。インテル版と比べるとすごい上がってますが、バッテリー時間は特に M2 から変わってないかな。M1 とも一緒かなっていうところですね。M3 チップ、M2 のモデルと、普通はなんでもう15インチはなくなりました。13と15インチが M3。で、外部ディスプレイがノートブックを閉じた状態で2台。あとは Wi-Fi 6E ですかね。主な違いはそれぐらいだと思います。で、画面に関しても特に一緒かなっていうところ。このレティナディスプレイ。スピーカーとカメラは一緒かな。で、スピーカーがね、変わってるみたい。あとサウンド。マイクですね。変わってるんで、ここはレビューしたいかなと思ってます。はい。で、コネクション。ポートに関しては変わってないです。サンダーボルト。左側に2つと、このマグセーフの磁石、充電できるやつ。あとヘッドホンジャックかな。外部ディスプレイ 2台出せますよ。パソコン閉じた状態で Mac を。タッチ ID は今までと同様に載ってます。セル版と比べたらめちゃくちゃ違うかなと。で、M1 と比べて 1.6 倍かな。なので、M2 だと 1.2 倍とかなのかな、20% ぐらいかな。ベンチマーク出てましたけど、大体 20% ぐらいのアップにとどまってるかなというところではございます。M1 とですね、比較をしようかなと。で、一番左がM1、こっちが M213 インチ、M3 ですね。カラーはやっぱりシルバーとかスペースグレーかな。グレー、ゴールドがありましたね、M1 はね。スターライト、スペースグレー、シルバー。で、M1 はもうないんですけど、微妙に大きさは違いますが、そんなにわかんないかな。実際使ってみても。CPU とか GPU はいいでしょう。メモリが載せれます。今回増えたのはこのアクセレレートレーシングっていうところ。ゲームとかするときに影の表現がすごいリアルになるっていう感じかな。そんなもんかな。あと AV1 デコードエンジンっていうのが入ってますが、あんまり気にしなくていいかなと思います。YouTube で 8K 見たりとかが快適になるみたいだけど、あんまり使わないかなっていう気がする。ストレージとかは全く一緒で、画面とかも全く一緒です。ここら辺。何も変わってない。基本 M1 からそんな変わってない。画面に関しては。重さとかサイズ感は全く一緒です。M1 はちょっと重いです。実は。微妙に重いけど、そんなに変わんないです。はい。で、カメラに関してはインカメラ一緒なんですけど、M1 は少しやっぱり 720p、720万画素なんで、あんまり綺麗じゃない、正直。スピーカーはね、そんな変わんないかな、正直。M1 も M2 も。マイクとかもやっぱりね、M2 とかの方がいいのかなと思います。スピーカーも今回ね、微妙に変わってるっぽいので、ここもなんかどうなのかなっていうのは、はい。あとマイクとかもレビューしたいかなと思ってます。キーボードとかも、基本そんなに変わんないかなと思いますね。打ちやすくはなってます。ファンクションキー大きくなったりとか、M2 の方が。タッチ ID が大きくなったりとかっていうのはあります。M1 から。で、Wi-Fi 6E に対応してますね。M3 は。で、Bluetooth も 5.3 になってます。M2 から。5.0 かね。M1 は。ポートはね、なんで変わんないですね。マグセーフが入ってますけど、M2 から。そんなもんかな。で、バッテリーに関しては実は同じです。M1 も M2 も。バッテリーの容量は増えてるんで、実質
といいかもしれないです。M2 の方がね、もしかしたら。ただ、高速充電はね、対応してます。こっちの方が。70W かな。M2、M3。あと、M1 も一応。M1 は外れちゃいましたけど、今 M1 の価格が12万ぐらい、もう少し落ちてくるかなとは思うんですけど、これから。これ価格 .com ですけど、9万前後ぐらい A ランクで。安くて8万ぐらい。メルカリとかだともしかしたら7万とかあるかもしれないんですけど、ぐらいの価格感。安いのは安いですね。全然 M1 でも使えるので、選び方みたいなところをね、見ていきたいかなと思います。今回なんでこの13インチ、M2、M3 チップの13インチと15インチ。15インチもちょっと見ようかなと思うんですけど、とりあえず M3 かな。この3つのラインナップになってまして、こっちがなんて一番安い16万4800円からですね。メモリ 8GB、ストレージが256。で、こっちストレージが512になって、GPU が上がりますと。そんなもんか。で、メモリが16になります。メモリが同時に作業できる作業台の広さ、机の広さですね。ストレージはどんだけデータを、倉庫です。保存できるかっていう、iPhone とかも同じなんですけどね、ここは。全部これ綺麗に3万円ずつ違います。メールとか返信とか、普通にネットサーフィンとかだけだったら全然これでいいかなと思います。ストレージを、容量ですね。軽く動画編集やったりとか、基本ね、ストレージに関しては今の、パソコンの容量とかですね、iPhone とかでどれぐらい使ってるかなっていうのが大体目安になると思います。で、動画編集とか画像編集とかも結構しっかりやっていきたいっていう方は、メモリ16にした方がいいかなと。で、512以上は欲しいかなっていう感じですかね。ざっくりと用途別にいくと。で、カスタムももちろんできますので、よいしょと。一応でプロセッサーかなが CPU ですね。GPU が、いわゆるそのゲームとか 4K ビデオの編集とかグラフィックっていう画像を使うような動きのあるところですね。影響してきます。ただここに関しては、これはね、あんまり意味ないと思います。で、しかも今回メモリ16以上とストレージは512以上にすると付属でついてきます。無料でプラス1万5000円いらなくなるので、普通にネットサーフィンとかする場合なら全然もちろんいらないので、このモデルで OK。で、僕は今回なのでメモリを 16GB かな。で、ストレージを1テラにしてますが、順番的にはメモリ8でもね、意外と割と使えますので、512ぐらいがおすすめな気がするけど、256でも普通に使う分には全然 OK で、少し動画編集とか画像編集かじっていきたいなってなると、ここですかね。8と16はやっぱり動画編集したりとか、パフォーマンス、あとこのタブ、すごいサファリとか Chrome とか何でもいいんですよ。ウェブサイトを同時にすごい見たいとか。ただ16にしといてもいいかなと思うけど、8でも動きますけどね、正直ね。16、512が無難っちゃ無難です。これが一番。で、24は多分いらないですあんまり変わんない気がする。一応僕今24使ってて、今回16にしたので一応比較してみようとは思うんですが、いろんな比較動画見たけど多分あんまり変わんない。そんなに効果は薄いのかなと思います。それだったらなんでストレージを上げた方がいいのかなっていうので、長い目で見たらやっぱ一番おすすめで言えばメモリ16、512GB。全然そのネットサーフィンとか普段事務作業とかぐらいであれば全然一番安いモデルで大丈夫でございます。で、がっつり動画編集とかやるなら 16GB で1テラ以上は欲しいかなと思います。で、2テラにすると結構ね、30万ぐらいいっちゃうんで、あんまりコスパ良くないかも。1テラあれば基本は大丈夫。あとは SSD とかに外付けで逃せばいいかなと思うんで、アダプターはこの付属のでいいでしょうっていうね。はい。あとファイナルカット、ロジックプロってありますけど、そんな感じでいいのかなって思いますけどね、僕は。15インチに関しては、基本同じですかね。で、19万8800円からになってます。で、ただこれ割と載せていくと、大きい画面で安く使いたい。今、他16インチにしようとすると、30万近くかかっちゃうので、そういった意味ではいいかなと思うんですけど、割とスペックを持っていくと、M3 のですね、MacBook Pro 14インチが大体4万ぐらいからなるので、割と近づくんですよね。それだったらそっちがいいのかなって、重さも大体同じぐらいにはなるので、画面はね、14インチにはなるんですけど、そっちがいいかなって気がします、正直。この、Amazon とかで見たらですね、512GB なので、メモリ8で512としても、22万8000円なんですよね。15インチが。で、例えば Amazon とかだとね、同じぐらいの値段であるんですよ。22万ぐらい。ただ僕だったらこっち買うかなって思います、正直ね。同じ M3 チップだし、こっちの方が画面とかね、キーボードとか、
まあ、性能は変わんないですけど正直ね、マイクとかスピーカーとかが全然このね端子とかがやっぱり違うので、まあ好みですけどね最後はって思うので、15インチはまあやっぱりそんな売れない理由がなんとなく分かりますよね。じゃあプロ買うよねっていう感じの価格設定にはなってますね正直ね。はい、いかがでしょう皆さんね、どういったところで選びますでしょうか。ぜひコメントいただければと思うんですけど、まあどういったところでおすすめな M1、M2、M3 で考えてみました。で M1 はまあ今回なくなっちゃったんであれなんですけども、まあ今までは一応これが一番推してたんで初心者向けにはなんで、まあとにかく安くコスパ最強、とにかく安く Mac 使いたいんだけど性能はもちろん欲しい、コスパ最強ってことですね。なんだったらM1 っていうのはまだまだ3年ぐらいか、3年ちょっとになりますけども、2020年の10月とかなんで出たのは8万円台とかからで、多分まあ中古とかだとあるんで、新品で12万で買うんだったら M2 がいいと思うんですけど、まあ、全然いいかなと思います。で性能はまあ正直そこまで必要ないかなというか、まあ、本当にメール返信、事務作業、ネットサーフィンで安く済ましたいんだったら多分8万ぐらいであるんで、メルカリとかで探してもまあ探せるんだったらいいかなと。一応動画編集と画像編集とかもまあ僕も1年がっつりこれで使ってたんで、まあ、別にできるっちゃできる、やろうと思えば全然十分な性能はあるんで M2 Air でございますよ。この M2 Air とねこの M3 の選び方がすげえ難しいんですけど、とりあえず一旦性能必要ないというか、メール返信、事務作業、ネットサーフィンに関して今 Apple Store で買えるのが、まあ、この M2 Air が一番安いモデルにはなるのでいいかなと。ここはだって M3 にする必要ないですから正直。だって別に中身一緒ですから、見た目も全部一緒なんで。なので動画編集とか副業で使いたいとか、あとはウェブ会議とかだったらやっぱり M1 よりはこっちの方がカメラとかマイクがやっぱりいいので、 M1 の場合はやっぱこのマイク、このカメラとかねあんまり良くないんですよ正直。昔のねインテル版の時のやつなんで、仕事で使うなら M2 がいいかなと思いますね。学生とかなら全然 M1 でもいいと思うんですけど、と言いつつ学生教職員の方は今学割で13万円台で買えるんですよ。4年間使うって考えたらまあ M2 がいいかなと思います。今安いもんだってね、この M3 出る前の M1MacBook Air の価格ぐらいになってるので、今確か2万4000円分のギフトカードもついてくるので、4月10日までかな、新学期キャンペーンやってるんで、僕が大学生だったらこっち買うかな、 M2 にします。あとはまあやっぱりこれだともう価格を抑えてカスタムしたい、メモリを16にしたい、ストレージをもう少し512にしたいんだけど価格を抑えたいっていう方は M2、 ここだと思います。結局はなんだかんだ、まあ、メモリ16ストレージある方が、メモリ16とかの方が M3 の、まあ、例えばメモリ8ギガとか比べたらさすがに M2 の方がパフォーマンスはいいんじゃないかなと思うんで、まあ、ここだと思いますね。ポイント的なところはすごいここです。結局は値段を抑えてカスタム、まあカスタムというかある程度メモリとかストレージを盛りたい、パフォーマンスも欲しいっていう方は M2 かなと。はい、で M3 に関してはもう本当にこれ性能にこだわりたい人ですよね。薄い筐体で性能が欲しい、まあ僕なんですけど、つまり方はまあ結局 M3 の方が、まあ、20% アップといえども、まあ、差はあるっちゃあるんで、まあ、動画編集、画像とか、まあ、写真とかですね、割と本格的かつ定期的に行うっていう感じだと 1.6 万円しか変わんないんだけども、まあ、出す価値は全然あるかなと。6万なら M3 でいいでしょっていう気持ちは分かんなくもないんですけど、普通に使う分だと M2 と変わんないんで正直。1.6 万円は学生の方とかに関してはやっぱり結構でかいと思うんで、メモリ16ストレージを512以上、まあこれはまあいいかただやっぱ M2 から買い替えは基本不要かなと思いますね。ただまあ M1 からであればデザインがやっぱり変わったりしてるので、かなり現状特に不満とか、まあ、バッテリーが劣化してきたとかバッテリー持たなくなってきたよってなったらありなんじゃないかなと思います。まあ、僕の場合はどっちかというとこのバッテリーと性能を少しでも欲しいっていうこの薄い筐体で、別に性能だけ求めたいんだったら他に MacBook Pro とか14インチとか買えばいいんで、ただ値段もちょっとグッと上がるんで30万近くにはなってしまうので、はい、まあそこら辺も検討したいよ、知りたいよって方はこれ見てください。もう全モデル知りたいっていう方はもうこれ全部初心者向けに解説してるんで、全モデル解説してます。なかなかあんまないので全部解説してる動画って、M1 が今回消えてしまったのでApple Store ね買えなくはなったので M2 Air がこれからの標準になっていくのかなとは思いますね。というのが今回結論というかこれを見ると非常にいいのかなって思います。これなんで M2 かな M3 か、安くなってますよっていうところかな。15インチは14万ぐらいにはなってるかな、 Amazon とかでも。で一応 Amazon でも予約は始まってますね。しかし3月8日にこっちの方が早く届く可能性はある。今のところではねもう少し納期は伸びてるのでポイントが1%つきますね。一応ね Amazon 検討してみてもいいかなっていうね
Amazon とか。このケースとかもね、出てました、Amazon で。iPhone15 シリーズの新しい色。で、ライトブルーとかすごい、僕今ブルー持ってるんでいいかなって。ピンク、ソフトミントもいいな。かわいいな。ハンギョドンや、完全にこれ。感じではあるので、見てみてください。あと、Apple Watch もね、このスポーツループとか、スポーツバンドも出てるので、Amazon で買いたいよみたいなポイントが今いっぱいあるよって方はぜひね、見てみてください。公式よりちょっと安いのもあるので、今日も紹介した軽くね、お得に買う方法に関してはですね、この、楽天リベイツっていうのを経由しますと、M2 のモデルね、今回M3 は対象外にはなっちゃうんですけども、新モデルね、対象外ですけども、iPhone15 は対象です。100% ね、ポイントがついて、リンク下に置いとくので、友達紹介っていう感じで、600ポイントかな、確か。プラス100ポイントもらえるんで、プラス600ポイント、プラス 4% 還元。あと、ペイディとか、後払いというか、分割払いとかも全部ポイントの対象になるので、例えばこのまま進んでもらって、対象外じゃないかどうか。M2、M3 以外は大体いけるかな。あと15プロぐらい。で、Apple Store に行くので、こっからさっきみたいに、今すぐ注文にして、モデル選んでも買ってもらうみたいな感じです。はい。別にやることは一緒です。そしたらあと勝手にポイントが後日付与されるんで、M2 だね。間違えた。M2 だったら。なんでこっちだね。M2 であれば付与されます。もしM3 で付与したい裏技があって、このビッグカメラ経由で、例えば行くと対象になるんですよ。なので、これビッグカメラいて、2% だったかな。あるんですよね、普通に。で、あとビッグカメラのポイントがね、5% つくので、8240円相当。例えば、一番安いモデルだと。なので、これは結構あれだな。実質なんで 7% 還元にはなるので、ストレージ510に、あとメモリ 16GB までならモデルあります。例えばこれだと1万1000、だいたい1万2000ポイントぐらい、2000円分ぐらいをもらえるので、これは結構でかい。ローンとかもね、使えますし、ショッピングローン36回まで無金利ですからね。36回払いにしても値段一緒っていうね。これはすごいよ。あとマウス 20% とかいろいろあるわ。これはね、ぜひね、活用した方がいいと思います。なかなかいい条件だと思いますので、Apple Store 以外もいろいろあるんですけど、僕でたまたま見つけたんですけど、モバイルオーダー使うと、楽天ペイか。ただ最大 8% 還元みたいなのあったので、エントリーして、馬がか。で、楽天ペイ使って決済。もし楽天ペイ使ってる方いたらですね、これいいんじゃないかなと思う。Mac 違いだけどでメルマがうざかったら別にブロックすればいいんでたまにやってるんですけどね、 10% ぐらいプラス 8% だから、そうか、最大 10% ですね。なんで楽天ペイ使っても返ってくるのかな、これは。でリベートのポイント楽天ペイで使えるんで、普通にコンビニとかで使えます。楽天ペイ使えるとこだったらどこでも大体使えるんで、最近こういうのもチェックしてみてください。ということで昨日は一応 M3 を全般解説しているので、これはこれで見ていただければなと思います。あとiPadもね、多分そろそろ出そうなので、iPad Pro とか、何が出るのかっていうところ、ここでお話ししてますので、iPhone15 も還元があるので、4% かな。レビューもね、中で軽くこれしてるんで、6ヶ月レビュー。楽天モバイルもおすすめですけどね。安いんでめちゃめちゃ。で、新学期キャンペーンについてこちらでお話ししております。で、Mac はね、さっき言ったこの選び方、ぜひチェックしてみてください。これ非常に、一回これ作ってもいいんですけどね、M2、M1 消えちゃったんで。で、M2 のレビューはいっぱいしてます。はい、M1 ももちろんしてるんで、アクセサリー類とかもあるんでね。でスーパーセールまたちょっと出しますね。今やってるんで。またコミュニティ欄とかでも随時シェアしていきますので、チェックしてみてください。ぜひなんで、何本かね、動画出していきますので、気になる方ぜひ高評価とチャンネル登録、あと通知ベルも押していただくと届きやすいと思いますので、お願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあ、またねー。M3 ね。難しいね。この M2 と M3 の選び方はマジで難しい。けど、結局、ここかなここじゃない？でも学割だったら M3 でもいいか。多分14万ぐらいで買える。多分1万5,000円差ぐらいで買えるのかな。お金あれば M3 でいいと思うんですけど、でも M2 でいいよな、正直な。普通に使う分には。で別にそんなに動画編集以外で特に不満ないですもん、M2。今使ってるけど。もういいよ。だから、いいです。M2 でいいです。でも M3 欲しいんだよね。